釣り人であれば、多かれ少なかれ、釣った魚の大きさは気になります。釣り場で魚のサイズを測るアングラーも多いですが、正しい測り方を理解している人は意外に少ないと思います。今回は代表的な3種類の測り方を解説いたします。いつものように結論から見ていきましょう。全長、差長、標準体長。本日の目次です。測り方は大きく分けると3種類。メジャーで魚を測ってみる。大会でも遊漁規定でも全長。大物勝負は重さで競われる。この4つについて解説いたします。測り方は大きく分けると3種類。釣った魚の大きさを示す際、ほとんどの場合は長さと重さがその単位となります。重さは測りが示した数値を読めばいいですが、長さとなるとどこからどこまでという基準を理解しておかないと、測る人によって随分と誤差が生じることになります。釣った魚のサイズはより大きく伝えたいのが釣り人の心理ではありますが、ここで正しい測り方を確認しておきましょう。魚の長さを測る基準としては、全長、差長、微差長、標準体長などがあります。全長は魚の前端から尾の後端までの長さのことを言います。魚を平らな場所に自然に横たえて測りますが、ほとんどの釣り人は尾びれが自然に開いた状態で測っているのが現状と思います。しかし、この方法だと尾びれの開き加減によって全長が変わってしまうケースも少なくありません。そこで魚類図鑑などで採用しているのが、尾びれを閉じてその後端まで測る方法です。通常は尾びれが自然に開いた状態でも問題ありませんが、よりばらつきの少ない数値を求めるなら、尾びれを閉じてその後端まで測る方法でも測っておきましょう。魚の大きさを比較する場合、これらの全長のみでも十分に可能ですが、実際には尾びれの末端部が欠けている魚もいます。これらを正しく比較できるのが差長です。これは魚の前端から尾の最もくぼんだ部分までを計測する方法で、尾びれの状態に左右されることなく、正確に魚の長さを比較することが可能です。これに対して水産学や魚類学など魚の生態研究が目的で、さらなる厳密さが求められる場合に用いられるのが標準体長です。これは粉端、上顎の前端から尾びれの付け根部分、下尾骨の後端までの長さのことで、この方法なら尾びれが完全に破損している魚でも正確に比較することが可能です。他にも魚種ごとに様々な測り方があり、例えば上顎が突き出たカジキなどは、下顎先端から尾びれの最もくぼんだところまでを測る下顎差長が用いられることもあります。これは上顎が破損していることが多い魚種特有の測り方と言えます。メジャーで魚を測ってみる。以上が測り方の基本となりますが、実際に魚のサイズを正しく測るのは意外に難しいです。研究の分野ではより正確さが求められるために、ノギスやデバイダーなどが用いられます。これなら 0.1mm 単位での計測も可能です。しかし釣りの現場ではそこまで厳密さが要求されることは少なく、より手軽なメジャーを利用するのが一般的となっています。メジャーで測る場合、魚の頭が左、腹が手前になるように置いて、メジャーの 0cm に前端を合わせます。大型魚であればあるほど前端は地面から離れているため、見る位置によって誤差が生じやすいです。ぴったりと 0cm の場所に置くためには、前端の真上から見ることが必要となりますが、正確を期すために 0cm の部分に垂直の壁を作り、そこに前端を押し当てるのが確実です。魚のサイズにこだわる人の中には、計測器を自作している人もいます。メジャーに垂直壁がセットされた市販品もありますので、必要に応じて準備してみましょう。全長ならば尾びれを閉じて、差長ならば尾は開いたままでメジャーの数値を読めばいいです。尾びれはメジャーに接しているため、
前端ほど気を使うことはありません。これが一般的に用いられる簡単で確実な方法ですが、魚体のカーブに這わせるようにメジャーを当てたり、魚を引っ張った状態で測ったりするのは NG です。大会でも遊漁規定でも全長。釣り大会などで魚の大きさが競われる場合、尾びれの状態に左右されることなく、正確に魚の長さを比較することが可能な理由から、差長が用いられることもありますが、全長で競われる場合がほとんどです。いずれにしても大会であれば測定方法を含めたルールが明確に定められているので、事前にしっかりと確認しておきましょう。仲間と釣果を競う場合でも、測り方の共通のルールを定めておきたいです。自治体によっては水産資源保護のために持ち帰って良い魚のサイズが定められている場合がありますが、この場合も一般的には全長で考えて問題ありません。また、スズキやブリなどの出世魚はおよその体長によって呼び名が変わりますが、これも全長で考えていいでしょう。ちなみに尾びれ末端がくぼんでいない魚では差長という考え方は存在しません。単純に全長で比較するか、尾びれが傷んでいる魚なら標準体長を用いることになります。大物勝負は重さで競われる。これらをきっちりと理解した上で慎重に測ったつもりでも、メジャーで長さを測るとどうしても誤差が生じてしまいます。この誤差は魚が大きくなればなるほど大きくなるため、実際には競技の場で長さが競われることは少ないです。釣り大会などでも数や重さで競われる場合が多く、レジャーとしての釣りの国際的な共通ルールを定めている IGFA 国際ゲームフィッシュ協会による記録も大きさではなく重さが用いられています。日本においても同様で、日本記録を審査・認定している JGFA ジャパンゲームフィッシュ協会も IGFA のルールにのっとっているため、認定の対象は重さとなります。記録の認定にはタックルの種類から減量の方法まで様々なルールが明確に定められています。記録の申請には魚の大きさがわかるようにメジャーを添えた写真を送ることが求められますが、この場合はこの授業でも勉強した全長や差長の測り方を参考に撮影すればいいです。魚のサイズにこだわるのは釣りの楽しみの大きな要素の一つでもあります。きっちりと計測して正確に記録を残すことで、大物狙いの意欲もさらに高まるというものです。魚の長さの正しい計測方法のまとめです。全長は尻尾を閉じた状態でも測る。運端を左に置いてメジャーの 0cm に合わせます。尾びれは開いた状態だけでなく閉じた状態でも測るとばらつきの少ない長さが出せます。計測誤差を少なくするためには 0cm 地点から垂直に立ち上がった板があるといいです。差長は尾びれを開いて測る。前端から尾びれが最もくぼんだところまでの長さを測ります。幅の広いメジャーがあれば、より正確に測ることが可能です。様々な魚の計測方法。根魚やヒラメなどの尾びれの末端のくぼみがない、あるいは扇状の尾びれを持つ魚では全長を測ります。イカは胴の先端から肩までの胴長、外頭長で測ります。ウツボやウナギなどの細長い魚も全長で測ります。渡りガニなどの場合は甲羅を測ります。今回の授業は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。